こんにちは、書道家のしおりです。今日はですね、天閣の羽についてお伝えをしていきたいと思います。この羽という天閣はですね、本当にたくさんの漢字に使われていると思います。それだけ重要な天閣になるということなんですけれども、その羽っていう、この呼び名ですね、それの影響もあって、こう書くときにぴょんとこう跳ねてしまうようなイメージがあるかもしれないんですけれども、実はそうやって書くとうまくその羽の形をですね作ることができません。この動画の中ではその羽のですね書き方をまた分解して説明をしていくことで、その筆をどうやって動かしたら綺麗にその形を作ることができるのかということをお伝えしていこうと思います。後半はですねまた実践として天閣の書き方をしてみるのと、あと漢字ですね。羽を使った漢字。一つ目がその羽。この鳥さんの羽ですね。と、あとは水という字を書いていきたいと思います。この動画の中でお伝えすることをインプットしていただくことによって、その羽をですね、書く時の成功の確率を上げていけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、早速動画を進めていきたいと思うんですけれども、この動画の中でお伝えをする項目はこちらの3つになります。1つ目が、なぜこの羽という天閣が難しいと感じるのか。そして、羽の書き方を3つのポイントに絞ってお伝えしていきます。そして最後に実践として、この天閣羽の書き方と漢字の羽という字と水という漢字を書いていきたいと思います。はい。ではですね、なぜこの羽という天閣が難しいと感じるのか、ポイントを2つに分けてお伝えをしていきます。まず1つ目なんですけれども、今ですね、画面にご覧いただいている水という字と樹木の樹、こちらの漢字どちらも羽の天閣が含まれていると思うんですけれども、見ていただいた通りですね、この羽の大きさが違うと思います。それはですね、この漢字自体の画数が大きく違うからになるんですね。当たり前にはなるんですけれども、この画数の違いによって、この羽をですね、書くスペースというものにも違いが出てきます。この樹木の樹の羽に関しては、楷書の場合はですね、この羽だけが大きく目立つような形にしますと、バランスが悪くなってしまうと思うんですね。ですので、漢字によってですね、この羽の大きさとスペースが変わってきて、そこをですね、調整しなければいけないというのが一つ目の難しいと感じる点になります。もう一つはですね、この羽というのは縦角から続くパターンが多いと思うんですね。その場合でちょっと説明をするんですけれども、縦線を書いた後に筆をコントロールしながら筆の向きを変えて羽に移行しなければいけないというふうになりますよね。その時に縦角で線を引いた時の向きとこの羽に移行する時の筆の向きっていうのが違いがあって、そこを不自然にならないようにコントロールしながら筆を動かしていかなければいけないというところが難しいと感じる2つのポイントになります。ではですね、ちょっと失敗してしまいがちなポイントというのがあると思いますので、簡単にですね、お伝えをしたいと思います。まず一つ目が羽の角度がぶれる。後ほど詳しく説明をするんですけれども、このスライドでご覧いただいているように、この羽の角度というのは、およそ斜め45度上ぐらいに上がっていくのが、一番落ち着く、綺麗な形に見えるんですね。それが真横に行ってしまったりですとか、あとはその上に向きすぎてしまったりすると、ちょっとバランスが取りづらくなったりするんですね。なので、ちょっとその角度に注意する必要があります。そしてですね、この羽が弱く見えてしまうっていうこともあって、この縦角から続く羽の場合は、この縦線のですね、長さだったり太さ、それに対する羽の大きさっていうもののバランスを取る必要があるんですね。なので、例えばですね、細い線から続く羽なのにいきなり太くなってしまったりとか、そうするとやはりバランスが取りづらいと思うんですね。ですので、そういったバランスに注意をする必要があったりします。あとですね、この羽の部分が滲んでしまうということもあったりします。それというのは、その羽に移行するときに筆を長く置きすぎてしまったり、時間をかけすぎてしまう。そういう時に墨がですね、ちょっとより多く出てしまって滲んでしまうということもあったりします。
ですので、こういうポイントにもちょっと注意をしていただければと思います。はい。では続いて、羽の描き方を3つのポイントでお伝えをしていきたいと思います。まず1つ目が、筆圧を変えないということになります。はい。ではですね、ちょっと細かく見ていきたいと思います。まずですね、この図にありますように、一番最初、筆を入れてから縦線を引きますよね。そして羽に移行していくわけなんですけれども、この1の部分ですね。筆を入れてから縦線に移行するとき、その時に筆の筆圧を変えないということがポイントになります。この筆圧を変えないということで、筆の跡が変にですね、不自然に出たりしないということになるんですね。なので、まずですね、この筆を入れて縦線に移行するときに筆圧を変えない。その後も同じで、縦線から羽に移行するときも筆圧をですね、保ったまま書いていくことで、なだらかな線の形を作ることができます。後ほど書きながらも説明していきますね。はい。そして2つ目なんですけれども、これは跳ねる準備ということで、まずですね、この羽の形を見ていきたいと思うんですけれども、この跳ねる方向と逆方向ですね。この線の際ですね。ここが少し丸みを帯びているのがわかりますでしょうか？これはどういうふうになっているかと言いますと、羽に移行するときに少しだけ左にですね、線を描いているんですね。で、描いているというと極端にですね、なんか左側に描かなければいけないと思うかもしれないんですけれども、跳ねる準備として筆をちょっと左に寄せるみたいなイメージになります。そしてですね、跳ねる向きですね。厳密に決める必要はないんですけれども、これは真横でもなく真上でもなく、その中間、少し上、言うなれば斜め45度ぐらいという感じにはなりますかね。そういうイメージで方向をですね、決めていくということになります。はい。では続いて、跳ねるということですね。ここがですね、一番の、今日のポイントにはなるんですけれども、気持ち的にはですね、跳ねないということなんですね。その冒頭でもね、お話をしましたけれども、このぴょんとですね、筆を紙から離すような形で跳ねてしまうと、やはりその時々で形が変わってしまったりしますし、筆がですね、ねじれてうまくこの毛先がまとまらないとか、そういったことが起こりうるんですね。ですので、まずは前提として跳ねないという風なイメージを持っていただくと成功しやすいかなというふうに思います。まず羽を描くときに意識をすることとして筆圧を変えないということになります。先ほど一つ目のポイントでもお伝えはしたんですけれども、この筆圧を変えないままですね、筆の毛先の弾力を使って少し左に押し出すような感覚で書いていきます。書いていくというよりはですね、この弾力を使うことによって自然と筆がまとまっていくような感覚なんですね。そうすると、このスライドにあるような形が自然とできていくということになります。そしてこれは前提にもなるんですけれども、この跳ねる時もですね、筆を立てるという意識と、早く跳ねないということですね。落ち着いて書くことで、いつもですね、同じような羽の形を作ることができます。はい、それではですね、実践として羽の点画を書いていきます。今回はですね、すべて斜めからの画角になります。はい。ではですね、羽の部分をちょっと詳しく説明していきたいと思います。先ほどですね、筆を入れたら、そのまま自然な流れで線をまっすぐにして、ちょっと左入れましたよね。そしたら、このように跳ねていくんですけれども、その時の注意事項として、筆を突き直さないということをしてみてください。突き直す書き方もあるんですけれども、まずはですね、基本の形として、筆をですね、入れたらそのままの筆圧で
跳ねていく、こういう形を作っていくということで、このようなですね、ラインが出ます。これを1回上げてしまうとですね、筆圧が変わってしまって、ここの形がうまくきれいにつながらないことがあるんですね。で、そういう書き方もありますので、慣れてきたら、そういうことをですね、しながら整えていくことはできるんですけれども、一旦ここではですね、基本の形として、まず筆を上げないということをしてみてください。それと、この筆圧を変えずに、この筆の腹で押していくようなイメージになります。こうですね。そうすると、筆の弾力を使うことで、自然とこういう形ができる、筆がまとまっていくから、こういう形ができるという感じなんですね。ちょっとだけですね。ちょっと、こっちに押しながら、弾力を感じるということなんですね。それをすると、その失敗しなくなるという感じなんですね。これをとかしちゃうと、やっぱりその時によって形が変わったりとかしますし、創作的なね、表現であればそういうのもありなんですけれども、こうね、ちょっとこうやってみたりすると、この筆先がですね、ちょっとばらけちゃったりとか、その筆の状況によっても変わっちゃったりとかするんですね。ですので、今回はですね、ちょっとこの筆の腹を使うということですね。この部分を、ちょっとだけ使って、まとめていくことで綺麗な形を作るというふうにしてみてください。ではですね、ちょっと失敗しちゃってる時にやっていることがありますので、それも説明していきたいと思うんですけれども、まずここでついた時に、ちょっと筆が上がって書いてしまうと、ここの、ちょっとあんまり今出なかったんですけど、こういうね、筆のお尻の部分が出ちゃうんですね。だからここは絶対に上げない。そうするとこういう綺麗なラインが出ますので、上げないということが一つと、あとは、先ほども言ったんですけれども、一回ここで突き直したときに、ですね、ちょっと今綺麗にできちゃったんですけど、こういうね、突き直しすぎてこういう段差が出てきてしまったりとかしますし、形がですね、なかなか同じ筆圧を感じながらつなげていくっていうことはちょっとですね、練習が必要だったり、テクニックが必要になってくるので、ここは上げないということと、あとですね、その羽の位置ですね。だいたいこの45度ぐらいを目指して書く。例えばこうやって、上を目指しすぎちゃうとですね、今ひっくり返ったの分かりますか？こう来て、筆が回転してしまう。そうすると、ここの線がですね、こういうふうになってくれませんので、上すぎない、だいたい45度ぐらいを目指して書くということになります。この筆が回転しちゃうのは、やっぱり良くないんですね。綺麗に書けないですし、ちょっとですね、このように綺麗に流れないですよね。なので、45度ぐらいを目指す気持ちです。ただ、
45度でもこうやってね、やらない方がいいと思います。感覚的にできるようになったら、そのようにですね、払ってみるのもいいと思うんですけれども、これは今回はですね、いつものように成功の確率を上げるということにしているので、この羽の形をですね、弾力を使って作っていくようなイメージでやると、いつでも成功するということになります。はい、そしてですね、次が突き直す羽という動画をご覧いただくんですけれども、今回はですね、基本的には突き直すということよりも、筆圧をそのままの状態で書いていくということを、まずはマスターするということが近道かなというふうにも思いますので、こういう書き方もあるということでご紹介をしていきたいと思いますので、今後のですね、参考にしてみてください。その書き方なんですけれども、途中までは同じになりまして、ここで一旦軽くつくという書き方になりますね。さっきは浮かさないやり方だったんですけれども、この羽という字がですね、画数が多くなったりとかしてきますと、筆のですね、毛先がばらついたりとかすることもあるんですね。そういう時にですね、一回突き直したりすることがあります。その場合は、ついて、このポイントとなるのは、ついた時にこういうですね、つかなければこういうなだらかなラインが、形ができると思うんですね。で、つくことで、つくことで、この筆圧が変わりますよね。で、筆圧が変わった時に、この段差ができてしまうことがあるんですね。なので、その点が、ちょっとですね、練習が必要になるかなっていう感じになります。ただ、これは絶対どっちかが正解ということではありませんので、そういう方法もあるっていうことで、参考にしてみてください。はい。ではですね、この羽を使った漢字を書いていきたいと思います。まず一つ目が羽ですね。はい。書いていきます。はい。続いてスローモーションで流していきますので、いらない方はですね、スキップしてください。はい。では次の漢字は水になります。こちらもスローモーションも流していきます。いらない方はスキップしてください。
はい、いかがでしたでしょうか。この羽は英字八法にも含まれる重要な点画になります。その羽の書き方一つによってこの字が洗練されて見えたりもします。今回はですね、まずは失敗しない羽の書き方ということで、安定してこの羽が書けるようになれば、さらに表情をつけるということもできるようになりますので、ぜひこの動画を参考に練習してみてください。ではまたいろいろな動画を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。